はい、どうも、こんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタの豊です。コーヒー飲んでますか？このチャンネルはあなたにとっての最高の一杯を一緒に探し求めるチャンネルです。何があなたにとって美味しいのか、まず何を飲んでいるかわからないと、その美味しさは 100% 発揮できないと思います。本日はコーヒーが何を書いてあるのか、それを説明していく動画になります。それでは行ってみましょう。はい、今日のお題に関してなんですけども、まずコーヒーの名前についてお話ししていきたいと思うんですけども、前に一度コーヒーって一体何が書いてあるの？呪文みたいで何書いてあるかわからないって言われたことあるんですよ。で確かに確かになぁと思い、コーヒーの美味しさを追い求めるには欠かせない名前について本日は話していきたいと思います。呪文みたいなコーヒーの名前、一体何が書いてあるの？はい、それではまずコーヒーの名前に触れる前に、一般的によく飲まれているというか街で見かける、大手のカフェであったりとか、言ったらスターバックスですね。スターバックスであったりとか、セブンイレブンのが好きな人もいれば、ファミリーマートのが好き、ローソンが好きっていうのもあると思うんですけども、飲まれているコーヒーに関して説明すると、そういったところで売ってるコーヒーって特に名前がないんですよね。あったとしても、ホニャララブレンドであったりとか、エチオピア産の何かが入ってる、ブレンドコーヒーが多いんですね。で、コメダコーヒーとかね、ドトール言ったとしても、ブレンドコーヒーであったりとか、レギュラーコーヒーであったりとか、豆に関しての情報っていうのはほとんどないと思うんですよ。で、そのブレンドコーヒーについてなんですけども、大抵3から4種類の豆を混ぜています。混ぜ方も2通りあって、焙煎してから混ぜるのか、もしくはもう混ぜた状態で焙煎するのか、どっちがいいとかいうのは特になくて、とりあえず2種類ありますよというふうに覚えててください。で、ほとんどが生の豆の状態で混ぜてから焙煎しているものが多いです。その方が手間が省けるというか、1回で焙煎できるので。で、ブレンドにする理由なんですけども、良くも悪くもどっちも理由があるんですけども、まず悪い方を先に言うと、安い豆と高い豆を、安い豆の中に高い豆を入れて、値段を安くするというか、いう方法ではあります。そういった作り方をしているところもあります。ただ、良い方向で捉えるならば、豆をよりマイルドというか、各豆の個性を和らげるように混ぜていくので、角が取れた丸い、マイルドな、まろやかな味にするっていうのが目的であるんですね。その方が多くの人に受け入れられやすい。なので大手企業さんはどうしてもたくさん売らないと儲けれないので、ブレンドコーヒーにすることが多いと思います。決してただ悪い理由だけではなくて、より多くの人に好んで飲めるようにブレンドしているというふうに理解しておいてください。ただ僕にとったら少し悪い言い方になるとは思うんですけども、特徴のない、少ないであったりとか、面白みのないであったりとか、ちょっとぼやけた風味、はっきりとしない風味っていうんですかね。で、どのブレンドを飲んでも差が少ないっていう風に感じてしまうので、どうしても飲んでほしいのはシングルオリジンと言われるような、豆なんですよ。で、シングルオリジンってどんな豆なんですかという質問に対しては、シングルとオリジンでちょっと分けます。シングルは、単一、一種類っていう意味ですね。で、オリジンっていうのは、発祥であったりとか起源とかいう意味なんですけども、訳すると単一の産地で採れた豆のことなんですね。で、産地というのは国とか地域というよりかは農園、ここの農園で採れた豆のことを言うんですね。で、皆さんの身近なもので例えるとすると、日本の例えばコシヒカリ、有名な米の種類なんですけども、新潟県の魚沼市で〇〇農家さんのコシヒカリっていうと、なんとなく想像がつくというか、
あの辺の位置の、魚沼市っていうところで採れたコシヒカリって品種のそのお米なんだなっていうのはなんとなくわかる。で、その土地のその農家さんの、特徴が現れる米だというふうにわかるんですね。で、これが、コシヒカリ配合という書いてあったりとかすると、コシヒカリ入ってるけども他の豆がこう混ざってるんだなっていう風な印象を受けるじゃないですか。で、大体そういうのって純コシヒカリ、純粋なコシヒカリよりかはなんかちょっと安いイメージがあるじゃないですか。それブレンドとシングルオリジンも同じような感覚です。ただもう一回言いますけども、ただ単に安くするためではなくて、こう豆と豆のその個性を合わせて相乗効果でより良い味にしたりするのも目的なんで、ブレンドイコール悪いではないですね。ブレンドの方が好んで飲む方ももちろんいますので。で、コーヒー豆もほぼほぼ同じで、国、地域、農園、豆の品種、あと多いのは生成方法と、グレードですね。だいたいこういった情報が記載されていることが多いです。で、米と違って生成方法が数種類あって、それによって味も違いますので、そこが米と違うところですかね。で、なぜ都道府県であったりとか地方の名前を出すかというと、例えば新潟のお米、青森のりんご、有山の鉱山茶、その地名を入れることによってその商品の価値がプラスアルファされる。そこで採れる青森で採れるりんごが美味しいであったりとか、新潟で採れる米が美味しいとか、北海道の海鮮が美味しいとか、そういった感じで地名や地域を入れることによって、このものは美味しいというふうなイメージをもともと持っているというか、持たれているので、そういった感じで伝わりやすくなるのが目的です。ただ、情報が少ないイコール美味しくないではないんですね。特に書かないだけであって決してまずいわけではない。例えば和歌山の桃って言われてもいまいちピンとこないので、わざわざあまり書かないんですけども、とても美味しいんですよ。もちろん知っている方は知ってるとは思うんですけども、ね、和歌山みかんが有名なんですけどね。でも桃も栽培されててとても美味しい桃ができるんですね。ただあんまりね、世界的とか全国的にも知られてないので、わざわざ和歌山県産桃とはあまり書かないような、そんなイメージです。だけどきちんと美味しいみたいな。ではなぜシングルオリジンがいいかというと、シングルオリジンというのは単一の農園から出荷されたものなんですけども、結論から言うと味の個性がはっきりとするっていうのが一番の結論ではあるんですけども、コーヒー豆って農作物なんですね。で、地域が違えば、味も変わってくる。育てる人の違えば、味も変わってくるっていうのがあるので、地域が違えば、気候であったりとか、土壌であったりとか変わってきます。で、育てる人の、育て方、肥料であったりとか、その水やりの回数であったりとか、そういったのも、あとどれぐらいの密集度というかで、いろいろあるんですけども、害虫対策とかそういったのがあるので、地域によってももちろん違いますし、農園によっても味が変わってきます。土地や気候っていうのは先天性のもので、農家さんの育てる人っていうのは後天的なものなんで、子供が生まれ持った才能と後から教える親の教育方法とか接し方でどういう子供が生まれるかみたいな、そんなイメージですかね。ちょっと分かりにくいかなでは実際にコーヒーの名前を見ていきましょう。はい、それでは、コーヒーの名前を見ていきましょう。エチオピアイルガチャフェゲテブウォルカナチュラル G1。確かにハリーポッターで杖を持ってこの文章を読んだら魔法が出てきそうですね。はい一つ一つ見ていきましょうか。今この時点で軽く説明すると、エチオピアは国名ですね。で、イルガチャフェっていうのは地域、ゲテブは地区の名前で、ウォルカっていうのは集落、村の名前ですね。なので全部場所の名前になります。で、ナチュラルというのは生成方法。
そして G1 というのが、グレードに当たります。はい。では、一個ずつちょっと細かく説明していきましょう。エチオピア。コーヒーでエチオピアは欠かせないというか、エチオピアは有名ですし、欠かせない存在ではあると思うんですね。まず、コーヒーの豆の元となるコーヒーチェリーは木なんですけども、コーヒーの木と言われる植物の発祥の地と言われています。本当は南スーダンらしいんですけどね、エチオピアの隣の国の、一般的に浸透されているのはエチオピアなので、エチオピアというふうに、エチオピアが発祥の地というふうに覚えています。で、発祥の地だけあって、気候とか土の状態とかはコーヒーに合ってるんじゃないかなって個人的には思ってます。で、コスパがいい、安くて美味しいコーヒーが飲めると個人的に思っています。はい。続いて、イルガチャフェ。イルガチャフェは高品質な豆が取れる地域なんですけども、初級ということで、このイルガチャフェとゲデブウォルカ、地域の名前ですと覚えててください。はい。主に県や地域の名前ですと。で、後ろに行くにつれて、範囲が狭くなりますよと。で、エチオピアに関しては農園の名前が出てくることはほぼほぼないですね。あまり聞かないです。小規模農園がその豆を集めて、で、処理をすることが、一緒に処理することが多いらしいので、農協と言われる、集めてるところの名前が出てくるかもしれないけども、その農園だからどうというふうなものはないと思うので、飛ばして大丈夫です。はい。重要なのは、ここ、ナチュラル。先ほども言いますけど、ナチュラル、生成方法になります。生成方法って何ってなるんですけども、コーヒーの木の、チェリーの状態から、その中の種を出して乾燥させるというか、乾燥させないと、生の豆として腐ってしまうのでね。じゃあその果実の状態からいかに豆の状態にするかの方法が実はいくつかありまして、その中の一つがナチュラルと言われています。なぜナチュラルかというと、自然乾燥というふうな意味ですかね。そういう人を覚えてもらったらいいと思います。一番古くから使用されている手法で、簡単に言うと実を取って天日干しをしてます。はい。それでカラカラにした状態で脱穀をして豆の状態にします。次に、G1 なんですけども、これはグレードに当たります。グレードって何のグレードですか？ G1 ってことは一番いいんですか？一番美味しいんですか？って思うんですけども、G1 から G4 があって、グレードの表記は生の豆 300g の中に欠点豆の数によってグレードは分かれます。G1 の場合は 300g の中に0個から3個。G2 の場合は4個から11個。G3 の場合は13個から27個。で、G4 の場合は28個から45個というふうに数が決まってるんですけども、焙煎する前に、その欠点豆はきちんと除去すればあまり変わらないと僕は思ってます。なので、これもあんまり気にする必要はないかなと。で、焙煎された豆では G1 以外はあんまり記載することはないと思います。わざわざ強調することでもないので。なので、これもあんまりそんなに覚える必要ないかなと個人的には思います。初めの段階ではですね。なので、覚えてほしいのはエチオピア。これコスパがいい国の豆ですよと。ナチュラルっていうのは、一つの生成方法、天日干ししてますよという感じですね。この2つさえ覚えてもらったらいいと思います。はい、次は、ケニア、ニエリハール、ウォッシュド、違うわ、エビか。はい、エビです。はい。はい、ケニア。これ有名な国ですね。コーヒーを始める前なんかは、サバンナとか野生動物とかいうイメージを持ってました。はい。それ以外は、暑いんだろうなとか、そんなことしか考えてなかったんですけども、実を言うと、高原地帯がありまして、海岸地帯と高原地帯では、気候が違うと。海岸沿いは熱帯気候なんで、温度も高いし、湿度も高い。台湾みたいですね。で、高原地帯は年間通じて気温は低く乾燥してるらしいです。はい。もう、美味しいコーヒー豆ができる
環境ですね。で、個人的に好んで飲む国の一つです。それがケニアです。続いて、ニエリ。これは、都市の名前です。ケニアの中でも高品質な豆を生産している都市なので、名前が記載されている時が多いです。はい。次に、イヤリハル。これ、スワヒリ語で赤いベルベットという意味らしいんですけども、赤とベルベットっていう文字があって、赤がなぜかというと、赤い果実を思わせる味、ラズベリーだったりとか赤いベリー系、ローゼルなんかそうですかね、を思わせる味で、ベルベットっていうのは縦糸のパイルの比較的毛足の長いパイル織物の一種とウィキペディアに書いてます。布ですね。布です。だから、シルクみたいな、滑らかな感じなのかな。ちょっと僕見たことないんでわかんないんですけども、赤いこの布という、スワヒリ語で書いてます。これはなぜこういう名前があるかというと、一種のブランド名ですかね。この名前にすることによって、味の想像がつけるというか、こういう赤い果実を思わせるような味になっているのかなというふうな感じですね。ちなみに、スワヒリ語っていうのは、タンザニアとかケニアとかの公用言語で使われており、他にもウガンダであったりとか、ルワンダ、コンゴ、アフリカの広い範囲で使われている言語らしいです。はい。ちょっと一回覚えておきましょうか。イエリハルしか言えないけど。赤い、イエリがあれかな？赤かな？はい。続きまして、ウォッシュド。ウォッシュドはナチュラルと同じで、生成方法を指します。ウォッシュって書いてあるから、なんとなく水が関係してくるのかなというふうに想像つくと思うんですけども、まさしくその通りで、まず皮と果肉の大部分の果肉を除去して水に浸しておくんですね。なぜ浸しておくかというと、そのぬめりがあるので、ただ単に普通に皮を剥いただけだと取れないんですよ。なので、綺麗な水槽に漬け込んで発酵させて、綺麗にしていくイメージですね。で、綺麗にしてから、その後はナチュラルと一緒の工程で、乾燥させてグレード分けすることが多いです。はい。ウォッシュドは水で洗ってます。なので、クリアな豆そのものの味が楽しめるのがウォッシュドですね。はい。続いて最後に AB。これはグレードなんですよ。エチオピアは G1 とか、その不良豆の数でグレード分けしてますけども、ケニアの場合だと豆の大きさで分けます。で、グレードはそれぞれ AA、A、B、C とあるんですね。で、それ以外にも E と PB があるんですけども、AA が大きい豆。で、C が小さい豆。で、AB が何かというと、A の大きさのと B の大きさの混合されている豆のことを言います。基本的に豆が大きいほどいいと言われているので、AA という記載されているところが多いのではないですかね。で、それ以外に特殊な E っていうのはエレファントの E で、大きすぎる豆のことを指します。で、もう一つ PB っていうのはコーヒー豆って半円の状態に育つことがほとんどなんですね。というのは、一つのコーヒーチェリーの中に2つあるので、向かい合わせになっているところは平らになっているので、2つできるんですけども、1つのコーヒーチェリーの中に1つの種しかないときに丸い豆になってしまうんですね。なので、そういった豆を集めたのがピーベリー。これはでもあんまり見かけないですけどね。そういった豆だけを集めるっていうのはなかなかない。はい、続きまして、パナマ、エスメラルダ農園、ウォッシュドゲイシャ。これはパナマは国の名前ですね。一番初めに大体国の名前が来ます。場所は中央アメリカで、なぜこの豆の名前を紹介するかというと、連続で優勝して記憶を破った農園なんですけども、国か。ここ最近コーヒーの栽培がものすごく急成長した国ではありますね。で、この次のエスメラルダ農園に関しては連続で優勝をして、なおかつ豆の単価の記録を破るというものすごい
農園なんですね。ジャコウネコの糞とかジャマイカのブルーマウンテンのように、数が少ないからとか希少価値が高いからではなくて、純粋に高品質というだけで、高値がついたものすごい高品質の豆を出した農園です。続いてウォッシュドは先ほどと同じように精製方法ですね。コーヒーチェリーの状態から豆にする方法の一種です。で、最後にゲイシャ。京都の舞妓藩ではなくて、ゲイシャというのはコーヒーの品種ですね。で、エチオピアとケニアは書かないの？書いてる時もあるんですけども、エチオピアは在来種と言われる原生種が多いので、あまり書いてるところがないかもしれないです。で、ケニアは SL28 と SL34 という品種が多いので、そちらもあえて書いてないところ、名前の方では書いてないことが多いです。他の国ではコーヒーの品種を書くこともあるんで、パナマのところでは品種をわざわざ書くときがあります。で、コーヒーの品種も200種類以上あるので、まずはそんなに覚えなくていいと思ってます。初めの方は。品種によって味の方向性とか違いっていうのはあるんですけども、今の段階初心者とかシングルオリジンのコーヒーを飲み始めの時って感じれないことが多いので、ただそんなことよりも純粋に味を楽しんでほしいと思ってます。ただ、ゲイシャっていう書いてあったら、これコーヒーの品種なんだなっていうふうに覚えててください。はい、いかがでしたか？少しはコーヒーの名前について理解できたかなと思います。いろんなこと書いてるんですけども、初めに覚えるところっていうのはそんなになくて、で、名前ともう一つ重要なところ、注意してほしいところがあって、それが何かというと、焙煎度合い、浅入りって書いてあるとか、中入り、中深入り、深入りとか、日本だと、ミディアムローストでハイロースト、フルシティとか記載してるんですけども、そういったところをちょっと注意してほしいです。なぜかというと、焙煎度合いっていうのは味に直接関わると僕は思っているので、僕個人的の願いというか希望なんですけども、浅入りと言われる少しあまり焙煎時間がそこまで長くないものを選んでほしいです。というのは豆の風味を感じれるからですね。せっかくそのシングルオリジンというその豆の個性がある豆のコーヒーを飲むのであれば、その豆の個性がちゃんと引き立つような、コーヒーを飲んでほしいからですね。で、焙煎が深くなりにつれて風味自体が変わってしまったりとか少なくなったりして、で加熱された後の香ばしさであったりとか口当たりの重さっていうんですけども、ボディというふうに表現することが多いんですけども、が重くなる、口当たりがコクが出るっていうんですかね、ことが多いので、コーヒーの味や風味を楽しむ意味では少し浅入りよりの方がコーヒー豆のそのものの風味が感じられるのではないでしょうかね。はい、それでは、本日のまとめに行きますけども、エチオピアは、まず国の名前でエチオピアって見たらコスパがいいんだな、安くても美味しいのがあるんだなっていうふうにちょっと覚えてもらって、で精製方法、ナチュラルウォッシュドその他でまず覚えてもらって、で飲んでみてダメだなって言ったら、例えば浅入りのナチュラルは私は苦手だなって覚えてもらったらいいです。で、次に、ケニアなんですけども、ケニアは基本的にウォッシュドが多いです。なので、ケニアの、焙煎度合いだけ見てください。基本的にケニアって、柑橘系の酸味があることが結構多いと思うんですけども、やはり浅入りよりになると、酸味が出やすいので、酸味が苦手な人は、ケニアの浅入りに注意してください。で、最後に、パナマのゲイシャを紹介しましたけども、パナマのゲイシャは高いです。で、高いからといって美味しいわけではないです。いろんな国の名前
があるので、一番初めはこの国の生成方法と焙煎度合い、この3つを覚えててもらったら、自分の好きな美味しく思える一杯にたどり着けるのではないでしょうかね。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。